こんにちは、ゆっくり雑談の時間だよ。始まったわね、フリーレン。アニメすごかった。累計1000万部超えてるだけあってサンデーのプッシュがすごいな、とは思っていたが、宣伝だけじゃない。この仕上がりが24話まで続くのだったら、間違いなく今季のナンバーワンじゃないか。初回4話連続公開、2クールでスタートだものね。アニメは本当に期待できるわ。でも、なんというか、全体的に淡々としていて、面白さの質が言語化しづらいと思うのは私だけかしら？だったら改めて早々のフリーレンがどういう物語なのか、いろいろ考えてみよう。原作11巻の黄金鏡のマハトのエピソードにまで触れるので、アニメ勢はネタバレ注意。それでもいいよって人は、ゆっくりしていってね。それで早々のフリーレンってどういう物語なの？いきなり結論を聞くな、答えるけど。大きく分けて2つのテーマと主役があるぜ。一つは当然フリーレン。彼女が再びエンデイの旅路を巡ることで、これまでに受け止め損ねていた感情を再確認する物語。すでに死んでしまった勇者ヒンメルの愛情に気づく物語だと言える。原作を読んでいると、言葉にはしないけど、確実にヒンメルはフリーレンのことが好きだったわよね。フリーレンが鈍すぎたせいで、ヒンメルはその恋愛感情を最後まで封印したまま死んでしまった。でも自分が死んだ後の方がフリーレンの人生が長いってことを悟っていたから、フリーレンが孤独にならないよう、各地に銅像を建てたりして過去を思い出すよすがを残すことにしたんだ。ああ、ヒンメルがやたらと銅像を残したのってそういうことだったの？言語化されていないけど、まあ間違いないだろう。単なる目立ちたがりってわけじゃないぜ。でもフリーレンはその愛情にまだ気づいていないわよね。旅を続けるにつれて、気づくだろうな。でも、それって結構残酷よね。自分がすごく愛されていたことに気づくのが、ヒンメルの死後なんて、淡々としているけどフリーレンは大航海中なんだよ。だから、と言うべきか、なぜかそうなることをあらかじめ知っていた大魔法使いフランメは魂の眠る地での再会って、希望を残しておいたんだ。アニメ4話だな。未来予知ね。未来予知については後々にも伏線があるが、それはここでは触れないぜ。そんなわけで一つ目、というか表のテーマは、フリーレンが死者の思いをたどる旅、長命種族と短命種族、フリーレンとヒンメルの純愛の物語だ。じゃあ二つ目のテーマと主役っていうのは？それらしい人はフェルンくらいだけど、魔族だ。ああ、あの人間とは全く異質な感情を持っている種族ね。主役って言うけど、特定の個人じゃないわよね。そう、魔族自体がフリーレンに対するカウンター的な存在なんだ。一度魔族の特性についておさらいしよう。これらは作中では登場人物が語っていることだから、話が進むにつれて真実は違ったというケースもあり得るが、現時点では規定事項として扱われている。1、大魔法使いフランメによれば魔族は言葉を話す魔物として定義付けられている。2、魔族の祖先は人をおびき寄せるために物陰から助けてと言葉を発した魔物。3、魔族は本質的に人間種族の捕食者。4、人の捕食者が人の言葉を話すのは捕食のために欺くため。5、魔族は知的生命体だが人間とは起源や精神構造が全く違う。6、魔族にとって人を欺き殺すことは生活の一部であり、意志をほとんど必要としない最低限の行為。7、魔族は悪意という言葉は知っているが、悪意という概念や感情を持っていない。8、魔族には悪意や罪悪感がわからない。9、人類との共存を目指した魔王は人類を激減させる戦争を引き起こした。10、魔族は魔力の代償による力関係で弱い群れとして社会を作っているように見える。11、魔族は捕食者としての慢心を疲れて駆られ続けても、学べていない。長かったわね。これが魔族を理解するために明かされている情報だぜ。つまり魔族って人の形をしていてコミュニケーションは可能だけど、本質的には共存できない存在ってことでいいのよね。その通り。人間を知りたいと願ったマハトだって、長年にわたって人間に仕えながらも、結局は人間的な感情を理解できなかった。途中、進化論めいた話もあったが、結局は女神様のいる世界なのだから、そういう風に進化したどころか、本質的にそういう存在として作られたというオチもあり得る。こんなに長く付き合ったし、大事な存在になったみたいで、なんかわかりそうな気がする。だからいっそここで殺してしまえば、喪失による罪や罪悪感の意識が上がってくるかも。って考え自体がもう異質なのよ。フリーレンがヒンメルの棺に土をかぶせる時になって、ようやく自分が受け取り損ねていた貴重な時間について後悔する気持ちが湧き上がってきたのと対照的だな。魔族が人間種族に対する本質的な適正種族なのだと思い知らされる。それで、表テーマのフリーレンについてはともかく、マリサが考える裏テーマの魔族って結局どういうことが語られていると考えているの？姿が似ていてコミュニケーション取れるけど、やっぱりダメでした、でおしまいじゃないわよね。
私もそう考えるぜ。魔族がフリーレンの旅路を邪魔する敵キャラとしての役割しかないとは到底思えない。じゃあ、魔族って何なの？私が考えるに、早々のフリーレンが1000万部も売れて、こんなにすごいアニメが作られるほど支持されたのは、時代の空気があると思う。話が急に飛んだような？まあ、聞いてくれ。ここ20年くらい。それこそウプ主が大学生の頃からグローバル化がいいことだとして、ずっと推し進められてきた。でもここ数年でその失敗が様々な形で表出してきただろ？その話とフリーレンの魔族を結びつけるのって、なんか、嫌な予感がするわ。その最たるものが疫病と戦争、移民関係だ。結局、多民族とは限定的な理解にしかたどり着けない。世界中で同じイデオロギーが信奉されるわけじゃないってことが分かったじゃないか。そこで似て非なるもの、魔族こそが、リアルでいうところの多民族のメタファーに見えるんだ。グローバル化のプロセスの中で、より理解を深めた結果嫌いになった、分かり合えないことが分かった、距離を置いた方が良いという結論に至った相手も出てきたと思う。だからいくら姿形が似ていて言葉が通じても本質的に異なっているせいで、交わることができない存在が妨害者として登場するフリーレンは、時代の空気が漫画に現れている気がするぜ。これまでの作品作りで言えば、魔族にも情があって最後には通じ合えた、みたいな終わり方はあったと思うし、それが王道だと思う。でもそこまでやってもダメだった。それが逃れられない魔族の本質だっていう結論を出したにもかかわらず、読者はこの作品を支持しているわけだろ？読者が受け入れられない考えだったら売れるわけないものね。だから本作が売れているのは、絶対的に分かり合えない相手がいるってことに、一定の社会的コンセンサスが形成された証拠に見えるんだぜ。ああ、しかもその相手は本質的に自分たちを狙っている怪物だと。そういう潜在意識がすごく出ている気がする。淡白に見えても、実はちょっと鈍いだけですごくエモーショナルなフリーレンと、一見するとエモーショナルに見えても、実は AI のように内面のロジックが完全に異質な魔族。この対比は今後も続いていくと思うぜ。アニメでどう書かれるか楽しみね。弾頭台のアウラは予告カットで登場している。マハトまでやってくれるとすごくキリが良いんだけどな。一級魔導士試験はフリーレンのエピソードの中でも異質なので少し短めにしてほしいと思う。確かにね。ずっと駆け引きとバトルばっかりだったもの。それで魔族って最後はどういう風になると考えているの？多分、分かり合えないことを分かり合って、国境を設けるなりして生存領域を分けるんじゃないかな？そこにたどり着くまでに多くの血が流れるだろうけど。フリーレンの旅は？そんなの決まっている。最後に魂の眠る地で勇者ヒンメルや師匠フランメと再会し、魔王討伐までの10年間の冒険の喜びや感謝を伝えて、本当にお別れするのだと思う。生前にそれを伝えられなかった後悔を告白するのもね。その時、ようやくヒンメルがフリーレンに愛しているって伝えて、天国に登ってしまうんじゃないかな。悲恋ね。長命種族と短命種族の寿命ネタは王道だぜ。ちょっと鈍くてしっかりお別れできなかったエルフの物語だ。フリーレンって旅物作品だから、指定の問題とか、いろんなテーマがあるのもいいわよね。淡々とした作風で、少し物悲しいようなトーンで語られているのも特徴だな。もっとも、これは作画をしている山田兼人先生の前作、ぼっち博士とロボット少女の絶望的ユートピアにも通じているから、作風なのかもしれない。それってどういう漫画なの？人類がほぼ絶滅して廃墟と化した日本を舞台に、デブで陰キャの博士と、博士が作ったちょっと生意気なアンドロイドが最後の日のことを考えたり、考えなかったりしながら淡々と過ごしていく作品だ。全2巻なのでフリーレンを全巻揃えてしまった人にはおすすめだぜ。もともと静かな作風なのね。その作風に合うテーマ、キャラクター、シナリオが揃ってこそのフリーレンだぜ。藤高ジュビロ、じゃなかった藤高和弘先生の作品みたいに、フリーレンが見開きでブワワーって泣いたり、根性で必殺技を放ったりしないのがいいところだ。藤高先生の作品とは感情の見せ方が違うのね。といったところでだいぶ語ったので、この動画はおしまい。フリーレンについては今後も原作、アニメともに期待大だ。アニメ化に伴って様々な演出が加えられているのも見どころだぜ。今後は毎週フリーレンのアニメについての動画をアップしていこうと思っているので、良ければチャンネル登録や高評価してもらえると幸いだぜ。それじゃ、またねー。